やの西あわその合唱団にいる時からと思う時がよくありましてね、例えば指揮者の方がちょっとベースって言ってね、そこをどうのこうのだっていう指摘をした時にその人ね急に切れたりするんですよ。あ、その方ベースなんですね。そうなんですよ。なんでそんなこと言われないといけないんだって言ってね、こっちも一生懸命歌ってるのになんでそんな、もうそれだったら俺帰るぞ。ああ、まあだからちょっとプライドが高いのかしら。プライドが高いんです。ああ、なるほどね。で歌っていうものにすごく自信を持っていまして、そこの部分のダメ出しを受けるとイラッとするんでしょうね。それ急に切れたりする。でそうこうしてるうちにいろんなやり取りの中で私に対する暴言もありました。でもそこはぐっと忍の字。まあやっぱり団体の中に所属してるとやっぱり自分の気持ちだけではっていう部分はありますよね。他の方にも迷惑かかるみたいなね。そうなんです。でも悪いやつではないんでね、やっぱり先ほど言いましたように一組織のメンバーですからね、あんまり波風を立てたくない、我慢しようっていう場面が結構ありました。でそうこうしてるうちに仕事こいつできねえなと思った瞬間がありましたね。演奏会があります。演奏会の後には必ず打ち上げと称する飲み会がございます。で50人60人の大所帯の飲み会になりますので、幹事というものをしっかり立てなければならない。で幹事というのも年1回幹事役として選出されるんですけれども、私ね過去に3回ぐらい幹事をしましたね。宴会の幹事ね。結構大変ですよね。結構ね意外に大変なの。いやいややっぱ職場の宴会の幹事とかでも見てたらもう本当に大変だなと思います。結構大仕事ですよ。でそれを3年やりました。で1年のブランクがあってその友達が幹事をやることになりましてね。で私はもう引き継げることはきちっと引き継げてお渡ししたんです。さあ宴会当日ですね、その子ね結構遅くにねその宴会会場に入ってくるんです。一般の団員よりもですよ遅く。この時点でちょっと幹事としてはと思う。幹事はね少なくとも最低皆さんよりも早く30分前ぐらいには入ってでお店の状況とか店員さんとのこのやり取りですね。そうですね、コミュニケーション取ったりね。ここで乾杯の温度を取りたいので飲み物を早めに出してくださいとかで料理の最終確認とかそういうことを必ずするんです。でも一般の団よりも遅くのこのこ現れる幹事って私ね初めて見ましてね。でまずその時点でもやっとしたんです。さあ宴会が始まりました。乾杯の温度です。乾杯終わりました。でお友達が寄ってくるんです、私の方にね。この後どうしたらいいかなっていうわけです。いやだって前説明したやん、あんだけ丁寧に。だから結局前任者が、もうそこに現場にいるわけだから、困ったら聞きゃいいみたいな感じなんですよ。だから引き継ぎの時にしっかり聞いてなかったというかっていうことですよね。もういい加減なやっちゃなーっていう印象で、もうほんと1から10までね教えてあげて、じゃあここのタイミングでこれ行こうか、はい行ってとか。もうほんま現場監督みたいなもんですよ私ね。宴会をさ楽しめないじゃない。全然楽しめないでしょ。だから幹事っていうのはもうそこは本当にこう裏方に徹して自分がもう楽しむことはちょっと脇に置いてやらないといけなくて、で皆さんが楽しんでる場をね作る提供するっていうのがその役目であって、でもうその役を降りた日誌っていうのは別にその宴会に参加してる一員として一緒に飲み食いして楽しんでよかったんですよね。そんな感じでした。やっぱり運営とのこの金銭のこのね打ち合わせっていうのはきちっとできてない。そうですね。私だったらもしそういう状況で人に頼み事をしてしまって向こうからどうですかギャラ出るんですか出ないんですかっていうことを伺ったら、ごめんなさい確認してませんでした、今からちょっと運営の方に確認しますんで少々お時間いただけますかっていうような回答です。そうですね。でも彼は謝礼は出ると思いますよ、金額は大したことないんですがということを言ってきたんですね。やっぱりだ、何の確認も取れてないわこの子と思って。
私がもう一つね、うんって思うのは「だと思いますが」で返事しちゃうところね。そうですね。だから別にすぐに返事くださいってこちらもお願いしてるわけじゃないので、次回練習行った時にでも運営の方とお話をしてちゃんと確認取って、金額なんか具体的なこともね、聞いた上でこういう回答でしたっていうふうに言ったらいいだけの話だし、もしそれが時間かかるんだったら「ごめんなさい」と「ちょっと運営の方と確認しますんでちょっとお時間もらえますか」っていうワンクッションの LINE でいいと思うんですよ。もうそれでね、私は留飲が下がるんですよ。留飲が下がるっていうか、安心するんですよね。準備不足であったということをきちっと認めた上で「ごめんごめん、それ確認するよ」もう一言でよかった。そうなんです。それでよかったんだけど、別にギャラがあろうがなかろうがはっきり言ってどうでもいいんです。でもやっぱり最初の提示条件っていうのをきちっとした上でやっぱり仕事っていうのはお願いするべきであってね。そうですね。親しき中にも礼儀ありっていうのがこの子に関しては全くないんです。でそこを私はちょっと腹立ってましてね。でまさにその部分をついたわけなんです。こういったことっていうのはそちらから条件を提示するべきですよ。後々問題になりかねませんので慎重になさったらどうですかっていうのは結構辛めのね、こう苦言を呈しました。はい。そうしましたら普通でしたら「申し訳ございません」っていう一文が来るかなと思いきや、スタンプ1個ですよ。市原悦子さんのもう漫画チック二頭身ぐらいの可愛らしい市原悦子さんがペコリと言って「承知いたしました」っていうスタンプなんです。これどうですか皆さん。こちらが真剣に話をしてるのにスタンプ1個承知いたしましたってそんな雰囲気じゃないじゃないっていう話で、バカにしてるのかっていう LINE を送りました。はい。そうしたら向こうから返ってきたのは「ごめん、もうこの話はなかったことにしてくれ、申し訳ない」とこう来たわけです。ちょ待てと、君が言うセリフじゃないよ。いやそうですよ。こちらが受けるか受けないかを決める権利があるわけであって、あなたがお願いしてきた立場であるんならば、あなたから断っそれは全然筋違いだっていうこと。筋違いやね。もうプチーンってきましてね、すぐに LINE 電話しました。電話したよね。そう出ないんです。もう一回電話しました。出ないんですよ。でもその直前まで LINE のやり取りポンポンしてたっていうことは、電話のそばにはまず確実にいると思うんですよ。だけどイルスをね使われてしまったと。そう、バカにしてんのかってじっと私見てました。自分の打ったもうで既読ってつきました。既読ってついた瞬間から1分後に電話かけてますから。さあそこでこいつと思って私は最後の一言、もうこれでもうこの友達とはもういいかと思ったので、相変わらず君は仕事ができないねっていうふうなね結構辛口なコメントをしました。そしたら向こうからしばらく経ったらポンごめんなさいでここでも絵文字いう感じのね。なるほど。これで私は友達一人失いましたと。私今日は飲め、まだコーヒーやけどな。いやいや皆さんねお友達大切にされてる方たくさんいらっしゃると思うんですよ。でやっぱり古くからのお友達であれば完璧な人間なんていないですから、そうだからそれは自分たちも含めてよ、ちょっと何この話の仕方とかちょっと失礼じゃないって友達に対してカチンってくるシーンっていうのは皆さんしょっちゅうあると思うんですよ。そこで要はどういう行動を取るかって皆さん人それぞれだと思うんですけれども、私なんかも友達いないですし。西も結構ねあんまり多くはないんですよ。寄りついてこない。そうね。だから今のこのエピソード聞いてもらって皆さん分かられたと思うんですけど、結構西はこう見えて穏やかな優しい人ではあるんですけれども、例を書いたそういう人に対しては結構厳しかったりとか、バシッと言う人なんですよ。バシッと言うがために損してきてるシーンも損してるですね。敵が多いですよね。やっぱそういう面でね。そう敵が私も敵多いタイプなんで、すごく分かるけれども、でも私は西の言ってることは間違ってないっていつも思うから、そこは全然彼の味方をするんですけれどもね。ただ皆さんは聞かれててちょっとそんなことばっかりやっとった友達なくすねとかね。実際なくしてるんですけど。
そのぐらいのことで綺麗方がええで、そんなことね、だからそんなに言うたらんでええやんかとかね、もっと大人になったらいいんじゃないとか思うでしょうが、私は一組織に属してなかったのでね。そうですね、そうなんです。もうその組織から離れたので、離れたんです。そうです。いた頃はやっぱり皆さんへの影響も考えてぐっとこらえてきたんだけれども、もうその組織とは関係なくなってくると、本当に1対1の関係になってくるので、どうなんってちょっと腹立つなって思ったら、言っちゃうっていうのは私は理解できるんです。皆さんどうですか？友達亡くした経験ありますか？それともこういうケースでもいいよって言って快く引き受けてね。そうですね。とりあえずそこはやり過ごすっていう、それは人それぞれだね。結構立派な選択だと思うんですけれども、でもあえて彼は今回そういう選択をしたと。いやー、50年も生きてると失うものも多くなってきますね。そうですね。これ自業自得か。そんなちょっとディープなお話を長々とさせていただきました。はい、というわけで2本にわたり、お送りしてきたんですけれども、西の怒りが収まらず、本当にもうごめんなさい、激横プンプン丸です。プンプン丸でね、そうですね。というわけで一人友達を失いましたよということでね、かわいそうなやつめと思っていただけたらぜひぜひチャンネル登録をしてね、お願いします。私たちの友達になってくださいということで、はい、ではまた明日聞きに来てください。愛でした。西でした。アイアンド西でした。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。メインチャンネルアイアンドニッシーデュエットもご覧いただけますととても嬉しいです。それでは次の動画でまたお会いいたしましょう。おやすみなさい。